皆さんこんにちは。卓球ラケットの板厚をコンマ数ミリ単位で語り始めると、たとえ目の前に豪華なディナーがあっても箸を置いて熱弁し続け、さらにはラケットの合板から漂うかすかな接着剤の匂いだけで、それがどこの国のどの工場でどの時期にプレスされたものかを特定しようとする重度の用具マニアケンジです。今日は現代卓球において、迷ったらこれを選べばまず間違いないと世界中で称賛される一つの究極の完成形、バタフライのインナーフォースレイヤー ALC、そしてその影に隠れていながらも実は驚異的な実力と独自の味付けを持つ世界中の同一構造ラケットたちを、これまでの常識を覆す密度と情報量で徹底的に比較解説していこうと思います。アシスタントの美咲です。ケンジさん、今日は一段とギアが入っていますね。でもその気持ちもわかります。インナーフォースレイヤー ALC って全日本選手権の華やかな会場に行っても、街の卓球場で汗を流す愛好家の方を見ても、あるいは卓球を始めたばかりのジュニア選手からオリンピックのメダリストまで、本当に驚くほどみんな使っていますよね。もはや私たちが特殊素材ラケット、特にインナー系を語る上での共通言語というか、どんなラケットを評価するときもまず最初に引き合いに出される絶対的な物差しになっている感じがします。その通りだよ。卓球界においてバタフライが打ち立てたこのインナーファイバーという金字塔は、単なるヒット商品を超えて現代卓球のプレースタイルそのものを形づけたと言ってもいい。でも美咲ちゃん、実は世界市場を見渡すと、バタフライ以外にもリンバ上板、アユースソイタ、インナー ALC、アリレートカーボン、アユース芯材という全く同じ、あるいは極めて近似した積層構成を持つバテットがいくつも存在するんだよ。これを専門家たちは ALC ファミリーとかリンバアユースインナー構造と呼んでいるけれど、一般のプレイヤーにはまだあまり知られていない深遠な世界なんだ。そうなんですか？ブランド名やグリップのデザイン、派手なロゴが違うだけで中身の設計図、つまり合板の重ね方や素材の順番はバタフライのあの名作と全く同じものが他にもあるってことですか？そうなんだ。構成は同じ。でもね、ここが用具の深くて面白いところで、メーカーごとの設計思想、木材の乾燥にどれだけの時間をかけるか、接着剤にエポキシ系を使うのか水性系を使うのか、さらにはプレスの圧力を何トンかけるかといったカタログに載らない加工技術の差で、その味付けは驚くほど変わるんだ。今日はインナーフォースレイヤー ALC と同一構造ラケットの完全技術解析レポートという非常に精緻でマニアックな資料をもとに、銀河やエクシオン、サンベイといったブランドの類似モデルを物理データでまっさらにして、どちらがあなたのスイングに合うのかを徹底検証していこう。ケンジさん、各論に入る前にこの膨大なレポートの核心部分、つまり要するにどういうことというエグゼクティブサマリーから教えてください。なぜインナーフォースレイヤー ALC というこの特定の構造がこれほどまでに世界中で模倣され、そしてプラスチックボールへの完全移行という卓球史に残る大激変を超えてなお王座に君臨し続けているんでしょうか。結論から言えば、それはリンバという木材が持つ吸い付くようなしなやかな玉持ちと、ALC という特殊素材が持つ爆発的な反発力と不快な振動を抑える減衰特性のパワーバランスが、現代の重くて硬いプラスチックボールにおいて最も人間がコントロールしやすい、いわば物理学的バイオメカニクス的な黄金比を完成させているからなんだよ。レポートの要約を深く読み解くと、このリンバ常磐とインナー ALC の組み合わせは、打撃時のエネルギーロスを極限まで抑えつつ、ドライブをかけるために必要なための時間をミリ秒単位で人間に近くさせ最大化できるんだ。木材の優しさとカーボンの強さ。本来なら愛するこの2つの要素が素材を芯材に寄せるインナー構造という革命的な発明によって完璧な調和を奏でているんですね。まさにその通り。具体的にはバタフライの設計思想が全ての基準となる安定感抜群のニュートラルな回答となり、そこに対して中国の銀河のプロ05は芯材の特殊熱処理による反発力の底上げを、韓国のエクシオンの 36.5ALC はコールドプレス技術による木材本来の生命力を生かした自然な打球感をそれぞれ追求している。レポートでは、これら類似モデルは決して単なる模倣ではなく、各メーカーが誇る独自の技術力を注ぎ込んで進化させたもう一つの、そして場合によっては本家を超える正解であると、非常に重みのある結論を出しているんだよ。つまり単にバタフライは高いから安い似たやつを探そうという消極的な理由じゃなくて、自分の卓球にはバタフライの基準よりも銀河の鋭さやエクシオンの柔らかさの方が絶対に必要だという積極的で賢い選択肢があるってことですね。今日はその細かい味付けの違いを物理指標のグラフや数値、そして実際に打った時の心理的なフィーリングに至るまで、どこよりも深く徹底的に解き明かしていくわけですね。
さあ、ここからは本格的な分析に入るよ。まずはすべてのライバルが超えるべき壁として君臨する絶対要請の基準点、バタフライのインナーフォースレイヤー ALC の正体を暴かろう。レポートによると、このラケットの板厚はメーカー公式のカタログ値では 6.0 ミリとされているけれど、実際の出荷個体の精密な計測値を平均すると 5.8 ミリから 5.9 ミリ程度に意図的に収められていることが多いんだ。美咲ちゃん、このカタログよりわずかに薄いという実態、これが何を意味するかわかるかな？コンマ数ミリの違いなんて私が握っても正直ちょっと細いかなくらいにしか感じないかもしれません。でもケンジさんのことだからそれが打球感に決定的な差を生んでいるんですよね。その通りだよ。たった 0.1 ミリや 0.2 ミリの薄さがラケット全体のしなりの大きさを劇的に増大させるんだ。上板のリンバは非常に柔らかく、中層のアユース線板が打球時の衝撃を段階的に吸収する。そして芯材、センターコアのすぐ隣に配置されたアリレートカーボンが板がしなりきった強打の瞬間にだけその合成を顔に出す。TTTR ラボのパフォーマンスインデックスという物理指標データベースによると、インナーフォースレイヤー ALC の一次弾性指数 EP は 1.87、中央弾性指数 EC は 1.67 と計測されているんだ。その EP とか EC という数値、もう少し噛み砕いて教えてください。私たちがプレイしている時にどう感じられる数値なんですか？非常に重要なポイントだね。EP 一次弾性はブロックやショート、レシーブでの細かいタッチなど板がそれほどしならない小さなインパクトの時の弾みだ。対して EC 中央弾性は全力ドライブやスマッシュなど板が深く食い込んだ時の反発だ。バタフライの数値を見ると EC が EP よりも低くなっている。これがインナーファイバーの魔法の正体なんだ。つまり弱く打てば木材のように安定し、強く打てば素材の助けを借りるけれど決して飛びすぎない。プレイヤーに自分のスイングの力でボールの飛距離を完全に支配しているという万能感にも似た安心感を与える設計なんだよ。現代の暴れ馬のような最新ハイテンションラバーや粘着ラバーを乗りこなすための最強の手布こそがこのバタフライの数値設定なんだね。ここで特筆すべきは中国製粘着ラバー、特に DHS の強氷3やターボシリーズとの相性だ。美咲ちゃん、レポートによるとね、近年中国のナショナルチームをはじめとする世界のトップ選手たちが一時期主流だったアウターカーボンから再びこのインナー ALC 構造に回帰しているという驚きのデータが報告されているんだよ。中国選手といえばみんなアウター素材を使って力でねじ伏せているイメージでした。以前は確かにそうだった。でもボールがプラスチックに完全移行し、材質も硬くなって、以前よりもラリーが長く続くようになった現代卓球では、一発の暴力的なスピードよりも、どんざに振られても確実に強烈な回転をかけて、相手コートの最も深いところに叩き込むことの価値が上がったんだ。レポートによると、3位の F3 プロや銀河のプロ05は、粘着ラバーを貼った時に、最もシートの粒を食い込ませ、エネルギーを蓄積させやすい最適な硬さにミクロの単位で調整されている。粘着ラバーのあの硬いシートを生かしきるための粘りのあるインナー構造。その通り、アウター素材だと粘着ラバーのシートが回転をかける前にボールが勝手に飛び出してしまうことがあるけれど、インナーならググッと掴む時間が物理的に稼げる。粘着ラバーユーザーにとって、現代のインナー ALC はまさに自分らのスイングパワーを回転に変換するための理想の魔法の杖なんだね。続いて紹介するのは、韓国が世界に誇る革新的ブランド、エクシオンの秘密兵器 36.5ALC だ。これは今回の技術レポートの中でも最も独自性が強く、科学的アプローチによってインナー ALC という構造を再解釈した傑作として、各国のテスターたちがこぞって高評価を与えているモデルなんだよ。エクシオンといえば、あの真っ黒なパッケージのオメガシリーズや最新のジキル&ハイドといったラバーのイメージが強烈ですけど、ラケット作りにもそんなに独自のすごいハイテク技術を使っているんですか？その通り。この 36.5 シリーズのキーワードは、世界でも類を見ないコールドプレス、低温接着という独自製法だ。美咲ちゃん、通常のラケット製造ではね、生産効率を上げるために100度近い熱をかけて接着剤を数分で一気に乾かすんだ。でもね、木材にとって熱は天敵でもある。エクシオンはあえて効率をして、室温に近い低温で、なんと24時間以上という膨大な時間をかけて、プレス機の中でじっくりじっくりと合板を固めていくんだ。TT ゲアラブの技術解説によると、この熱をかけない製法により、木材の微細な繊維を熱による劣化から守り、木本来が持つ柔軟なしなりを 100% ラケットに残すことに成功したんだ。効率を度外視した、まるで伝統工芸品のような作り方なんですね。
実際の数値的なパフォーマンスはどうなんですか？ケンジさんの大好きな指標で教えてください。驚くべき結果が出ているよ。データ上では、軽打の弾みを示す EP が 1.95 を記録。これは今回比較した ALC ファミリーの中でもナンバーワンの弾みだ。それなのにだ。打球間の硬さを示す VP は 1.1 億という驚異的に低い、つまりソフトな数値を叩き出している。これ物理的には矛盾しているんだよ。最高に弾むのに最高に柔らかい。手に嫌なビリビリ感が全く残らないのに、放たれるボールは爆速で相手コート駆け抜ける。現代卓球が求めるスピードと安心感の両立という究極のパラドックスをエクシオンは科学の力で完全にねじ伏せたんだ。ケンジさん、レポートにはさらにもう一つ、通好みの渋いモデルが出てきますよね。3位の F3 プロ。これ、一般のショップではあまり見かけない気がしますけど、どんな特徴があるんですか？3位は中国の深センに本拠を置くメーカーで、ここ数年の技術力の飛躍は、ある意味で DHSO も脅かすレベルに達しているんだ。F3 プロの最大の特徴は、インナー ALC 構造という型を守りつつ、あえて芯材の IUS を基準モデルのバタフライよりもコンマ2ミリほど意図的に厚く設計している点にあるんだよ。美咲ちゃん、ラケットの心臓である芯材が厚くなると何が起きると思う？中心が厚くなるんだから、やっぱりラケット全体が重くなるし、打った時にボールが遠くに飛ぶようになるんですか？大正解。重心バランスがよりヘッド寄りになり、スイングした時の遠心力が格段に強くなる。これにより、インパクトの瞬間の重みが最大化されるんだ。そしてここからがレポートの最も興味深い指摘なんだけれど、F3 プロは中国製粘着ラバーを貼ることを前提に設計されている。芯材が厚くて強い分、硬くて重い粘着ラバーのシートに負けることなく、しっかりとボールを押し返す力が蓄えられているんだ。3位の社内テストデータによると、フォア面に粘着ラバーを貼って中高人から引き合いをした際の飛距離は、バタフライの基準モデルよりも 5% 以上向上したという驚異的な検証結果も出ているんだよ。粘着ユーザーのためのガチの強化型インナー ALC という感じですね。その通り。レポートでは隠れた粘着最適化モデルの告知として紹介されており、フォア面強標ユーザーにとっては高価なバタフライの特注品を注文するよりも、この F3 プロの方がスイングのパワーを 120% ボールに伝えられる可能性があるとまで言い切っているよ。ここからは個別のモデル比較から一歩進んで、なぜこれらの世界最高峰のラケットたちが示し合わせたかのようにリンバという特定の木材を最下位層の上板に採用しているのか、その科学的理由をさらに深掘りしていこう。美咲ちゃん、卓球場でリンバ上板のラケットを触った時の感触、君の鋭い感性で擬音にしてみてくれないか？急に無茶ぶりですね。琴上板みたいなパチンっていう弾きじゃなくて、むぎゅっとかギュルンって感じで、ボールを一度自分のラケットの表面で抱きしめて、そこからラバーの粒までしっかりボールを押し込んで、最後の一瞬で放り出すような、そんな粘り強いイメージです。素晴らしい。物理学者も顔負けの完璧な表現だよ。レポートの材料力学的分析を補足すると、リンバ、ターミナリア・スパーバという木材は繊維が非常に緻密で規則的でありながらも、細胞壁の間に適度な空隙と粘り気を持っている。これが打球時にミクロレベルの弾性変形を瞬間的に引き起こし、ボールとラバーの接触時間を物理的に数ミリ秒、しかし決定的に長くするんだよ。その数ミリ秒の差が回転量やえぐい個性に直結するわけですね。そうなんだ。特にインナー構造の場合、特殊素材が深い層にあるから、このリンバの柔らかさが前面に出る。サーブやストップ、つっつきといった板をそれほどしならせない微細なタッチの時は、純粋な高級5枚合板として完璧に振る舞い、100% の摩擦力を発揮できる。この木材の仮面をかぶった、しかしその奥には強豪なアリレートカーボンを隠し持ったラケットという二面性の美しくて優しい仮面の部分を担っているのがリンバンだ。レポートでは、リンバ上板こそが現代卓球のスピン性能という名のラストリゾート、最後の砦であると結論付けているよ。美咲がリンバなのは分かりました。でも、そのすぐ下にあるアユースについても詳しく知りたいです。これも卓球ラケットでは昔からの定番ですよね。リンバが仮面なら、アユースは何の役割をしているんですか？良いところに目をつけたね、美咲ちゃん。アユースはアフリカ産の広葉樹で、非常に軽くて加工性がいいことで知られている。でもね、今回のレポートが特に強調しているのは、アユースの多孔質構造による圧倒的な振動減衰特性なんだ。インナーフォースレイヤー ALC ファミリーでは、ツイタと芯材の両方にアユースを使っているけれど、ここでの芯の役割はね、アリレートカーボンが持つ金属的なキンキン響く高い音を
人間の脳が心地よいと感じるパチンという乾いた音に翻訳することなんだよ。音を翻訳する？ラケットが喋るわけじゃないのに、そんなことがプレーに関係あるんですか？決定的にかつ致命的にあるんだよ。人間はね、打球した瞬間の音の情報から、今ボールがどれだけのスピードで飛んでいるか、どれくらい回転がかかったかを無意識に判断して次の動作に入るからね。レポートの比較分析データを精査すると、銀河のプロ05は芯材の IUS に対してより高密度の部位を選別して使うことで音階を一段高くし、プレイヤーに俺のラケットは速いぞというスピード感を演出している。一方でバタフライは IUS の層にあえてわずかな密度の個体差を許容することで手に残る情報の量を最大化し、指先での微調整を可能にしているんだ。IUS というありふれた素材をどう調理するか、ここに各メーカーの設計者の意地と秘伝のタレがあるんだよ。さあ、いよいよ本丸、革新中の革新であるアリレートカーボン ALC の配置の話に移ろう。なぜ最新のトップモデルたちはアウターではなく、あえてインナーにこの高価な特殊素材を配置したのか。これには明確な物理的理由があるんだ。アウター素材のラケット、私も一度使わせてもらったことがありますけど、勝手にボールが飛んでっちゃうというか、邪魔すぎて私にはまだ早いかなって感じちゃいました。それこそが多くのプレイヤーが感じている素材の弊害なんだよ。レポートの物理解析パートによると、特殊素材をインナーに、つまり表面からより遠い位置に配置することで、ボールが衝突した際の衝撃波が木材の層を通過する距離が物理的に長くなる。このプロセスで振動の角が取れるんだ。具体的にバタフライの振動減衰指数 VL という指標を見てみよう。数値は 1.25 だ。これは木材の生きた質感をしっかり残しながら、人間が不快と感じる高周波の金属振動だけを瞬時にカットしている。世界で最も洗練された数値なんだよ。不快なノイズは消すけど、大切な打った感覚というメロディーは残す。まさに音楽のプロデューサーみたいですね。最高の例えだね。アウター素材の代表格、ビスカリアなどは、この VL がもっと高くなり、手に伝わる感覚が鋭く、硬く、そしてどこか冷たいものになる。これは超一流の反射神経を持つプロには武器になるけれど、多くの一般プレイヤーには情報の型になってしまうんだ。インナー ARC は人間の脳が最もリラックスした状態で、かつ高い精度で操作できる振動数に完璧にチューニングされている。レポートはこの徹底した振動のマネジメントこそがインナーフォースレイヤー ALC が誰にでも使いやすい魔法の杖と世界中で愛される最大の理由だと分析しているよ。さて、ここからはさらにマニアックに、レポートに掲載されている TT ギアラボのパフォーマンスインデックスの数値を詳しく比較して、各モデルの真の使い心地を完全数値化してみよう。バタフライ、銀河、エクシオンの3つ萌えのガチンコ勝負だ。数字が並ぶとなんだか研究室のデータって感じがして一気に説得力が増しますね。まず EP、軽打の弾み。バタフライが 1.87 に対し、銀河のプロ05は 1.92、エクシオンの 36.5ALXI は 1.95 だ。美咲ちゃん、この数値の差を見て何を感じる？あれ？王道のバタフライが実は一番弾まないんですか？それって性能的に劣っているってことにならないんですか？いやいや、逆なんだよ。むしろここがバタフライの凄みなんだ。バタフライはあえて軽打での弾みを抑える設定にすることで、現代卓球において最も失点に直結するストップをピタッと止める、チキータを相手のネット材に短く落とすという繊細な技術の成功率を極限まで高めているんだよ。逆に強打時の EC、中央弾性を見てごらん。バタフライの 1.67 に対し、エクシオンは 1.70。数値の差がぐっと縮まっているだろう。本当だ。軽く打った時の差は大きいのに、強く打った時はみんな同じくらいに近づいてる。大正解。つまりバタフライは小さい技術の時は徹底的におとなしく、大きい技術の時はしっかり弾むという操作のメリハリの幅が世界で一番広いラケットなんだよ。この振れ幅の大きさこそが世界のトップ選手たちがバタフライという道具を信頼できる相棒として選び続ける決定的な理由なんだね。ケンジさん、次は振動の数値についてもっと詳しく知りたいです。よくこのラケットは硬いとか手に響くとか言いますけど、それも数値で説明できるんですか？もちろん。ここが今回のレポートの最も科学的な見せ場だね。VP、一次振動指数は打球管の物理的な硬さだ。数値が大きいほど人間の脳はカチッとしていると感じる。バタフライが 1.21 に対し、銀河のプロ05は 1.26。
銀河の方がまるで板の中に鉄芯が一本通っているような芯のある力強い手応えになるのが数値からもわかるだろう。銀河の方が少し男性的なガツンとくる感じなんですね。私のような広くなスイングだとちょっと硬すぎちゃうかも。そういう判断ができるのが数値の良さだね。そしてさらに面白いのが VL 横方向振動指数だ。これはラケットが打球後に左右にどう振動するか、プレイヤーが感じるタム持ちの長さの感覚に直結するんだよ。バタフライが 1.25 に対し、サイの F サリプロは 1.18 と今回の中で最も低い数値を記録している。美咲ちゃん、VL が低いということはどういうことだと思う？振動がゆっくり残る、つまり手にジーンとくる余韻が長いということですか？その通り。サイはね、あえて振動を完全に止めず、木材特有の余韻を残す設計にしているんだ。これにより、昔ながらの純木材ラケットの打球感を愛するプレイヤーが違和感なく特殊素材に移行できるようになっている。レポートでは、この VL の数値が 1.20 を切るモデルほど、指先を通じて今ボールにどれくらいの回転がかかったかという限界値を感じやすいとされている。この数値のわずかな、しかし意図的な差が、プレイヤーが試合中の極限状態で信じる直感の正体なんだよ。さあ、ここまで数値という冷徹なデータの話をたっぷりしてきたけれど、ここからはプレイヤーのフィーリングについてレポートがどう述べているか見てみよう。美咲ちゃん、実際にインナー ALC を初めて打った人が口にする感想、何が一番多いか想像できるかな？最初はなんだか普通の木材ラケットみたいにおとなしいのに、フルスイングした途端に別のラケットに変わったみたいに飛んでいく、みたいな2段階の弾みの切り替わりですか？100点満点の正解だ。レポートによると、世界中のテストプレイヤーが共通して挙げるキーワードが、インパクトの強さによるラケットの表変なんだ。弱いタッチ、つまりレシーブやつっつきでは純木材の5枚合板のように柔らかく、ボールをどこまでも深く吸い込むような圧倒的な安心感。しかし、一度腰を落としたフルスイングのドライブに入ると、まるで中のアリエルとカーボンが、ここからは俺の出番だとばかりに牙を向き、ボールを猛烈な勢いで弾き飛ばす。性格が2つあるみたい、なんだか魅力的なラケットですね。その通りだね。そして重要なのは、この変身のプロセスが最もシームレスで、いつ木材からカーボンに主役が切り替わったのかがわからないほど滑らかなのが王者のバタフライなんだ。対して銀河のプロ05は最初から少しカーボンの顔がちら見えしている感じで、どんなタッチでも適度なスピード感がつきまとう。この変身のドラマチックさをどう演出し、どのタイミングで素材の力を解放するか。ここに各メーカーの設計者たちの血の滲むようなこだわりとプライドが凝縮されているんだよ。ケンジさん、卓球用具の性能の半分はラバーで決まると言っても過言じゃないですよね。このインナー ALC 類似ラケットというカテゴリーには一体どんなラバーを貼るのが現代卓球における正解なんでしょうか。レポートでは基準であるインナーフォースレイヤー ALC に対してはバタフライのディグニクス05やキナジー05との組み合わせが人類がたどり着いた究極のベンチマークとされている。ディグニクスの非常に硬いスポンジをインナー ALC の深い玉持ちが補い、スポンジを適度に潰すことで他では決して得られないスまずい回転量と美しい放物線を描く弧線を生み出すんだ。最高の組み合わせですね。じゃあ他のメーカーの類似ラケットには何が合うんですか？例えばエクシオンの 36.5ALC は自社の看板ラバーであるオメガ7シリーズとの相性がまるで最初から一つの製品として設計されたかのように抜群なんだ。エクシオンのラケットは元々の弾性が高いからラバーもあえて少し反発の強いスピード重視のものを選ぶことでアウターカーボンモデルに負けない圧倒的なヘッドスピードと貫通力を手に入れることができる。レポートはラケットがインナー構造で安定している分ラバー選びはより攻撃的に冒険できるのがこのカテゴリーの最大の醍醐味だと述べているよ。ここで特筆すべきは中国製粘着ラバー、特に DHS の強氷3やターボシリーズとの相性だ。美咲ちゃん、レポートによるとね、近年中国のナショナルチームをはじめとする世界のトップ選手たちが一時期主流だったアウターカーボンから再びこのインナー ALC 構造に回帰しているという驚きのデータが報告されているんだよ。中国選手といえばみんなアウター素材を使って力でねじ伏せているイメージでした。以前は確かにそうだった。でもボールがプラスチックに完全移行し、材質も硬くなって、以前よりもラリーが長く続くようになった現代卓球では、一発の暴力的なスピードよりも、どんざに振られても確実に強烈な回転をかけて、相手コートの最も深いところに叩き込むことの価値が上がったんだ。
レポートによると、3位の F3 プロや銀河のプロ05は、粘着ラバーを貼った時に、最もシートの粒を食い込ませ、エネルギーを蓄積させやすい最適な硬さにミクロの単位で調整されている。粘着ラバーの硬いシートを活かしきるための粘りのあるインナー構造。その通り、アウター素材だと粘着ラバーのシートが回転をかける前にボールが勝手に飛び出してしまうことがあるけれど、インナーならググッと掴む時間が物理的に稼げる。粘着ラバーユーザーにとって、現代のインナー ALC はまさに自分らのスイングパワーを回転に変換するための理想の魔法の杖なんだね。美咲さん、ここで少しプレイヤーのお財布事情に踏み込んだ質問をさせてください。性能や構成がこれほどまでに似ているのに、バタフライはなぜあんなに高いんでしょうか。銀河や3位の下手をすれば3倍近い値段ですよね。それは非常に重要で、かつプレイヤーの生活に直結する問題だね。レポートの市場分析パートでは、バタフライの価格の正体を圧倒的な品質管理のコストとブランドが保証する資産価値の対価であると結論付けているよ。美咲ちゃん、バタフライのラケットはね、工場出荷時の重量誤差がプラスマイナス 1g 程度という世界でも類を見ない精密機器のような精度で管理されているんだ。プラスマイナス 1g。それって1円玉1個分以下の差ですよね。そうだよ。一方で安価な類似モデルはプラスマイナス 5g 以上のばらつきがあることも珍しくない。つまりね、ネットショップで 85g のラケットを注文して本当に間違いなく 85g の個体が届くという確率がバタフライは異常に高い。重さが 5g 違えばスイングの感覚も打球の威力も全く別のラケットになってしまうからね。つまり自分の理想のスペックを確実に手に入れるための保険料がブランド価格に含まれているということですか？その通りだよ。レポートはどこで買っても同じ品質のものが手に入るという安心を買いたいならバタフライ。一方で多少の個体差は自分で調整するから、とにかく安くて同等のポテンシャルを持つものが欲しいという合理的なプレイヤーなら、類似モデルはバタフライをはるかに凌駕する満足度を与えてくれると結論付けている。自分の卓球に対する哲学をどこに置くかという問題なんだね。実際に世界中のプレイヤーたちはこれらのラケットについてどう感じているのか。今回のレポートでは、英語圏の巨大コミュニティ、テーブルテニスデイリーや IT 関係者も多いレディットといった海外フォーラムでの膨大な書き込みを分析しているよ。海外のプレイヤーたちってメーカーとのしがらみがないから用具に対してすごく率直で厳しいですよね。そうなんだ。面白いことにヨーロッパのユーザーの間ではバタフライの基準モデルよりもエクシオンの 36.5 アルクシーの方が一部の項目で高い評価を得ているケースが多いんだよ。バタフライは少しおとなしすぎて現代の打ち合いではパワー不足を感じる。エクシオンの方が明らかに現代的なスピード感があるという意見が目立つね。インナー ALC ならバタフライ一択という時代はもう世界レベルでは終わっているんですね。その通り。一方でアジアのユーザーの間では銀河のプロ05をコスパ最強の決戦用兵器として絶賛する人が爆発的に増えている。レポートはこれらのグローバルなコミュニティの生々しい評価こそが類似モデルはもはや偽物の域を完全に脱し確立された一つの立派な選択肢であることの証明であると述べているよ。ここで、レポートが独自に入手した、さらに製造現場の裏側に踏み込んだ話をしよう。接着剤の話だ。美咲ちゃん、木と木をくっつける糊が打球感にどれほど影響を与えると思う？さすがに剥がれなければ何でもいいんじゃないですか？目に見えない部分ですし、決定的に違うんだよ。バタフライは独自の特殊エポキシ系接着剤を使っているけれど、これは完全に硬化した後もわずかな粘弾性を保つんだ。一方で安価な類似モデルの多くはかつてはカチカチに固まる安い接着剤を使って無理やり板の合成を上げて偽りの弾みを稼いでいた。それだと打った時に嫌な振動が手に残りそうですね。そう。でもね、レポートの電子顕微鏡解析によると最近の銀河や3位のプロシリーズはこの接着技術を劇的に向上させ、バタフライと同等の柔軟な接着成分を採用し始めているんだ。最新の銀河プロ05の断面を見ると、木材の繊維の奥深くまで接着成分が均一に浸透しており、これがバタフライに近いリニアな打球感を生み出す秘密だったんだよ。こうした見えない部分の驚き的な進化が、類似モデル全体のレベルを底上げしているんだね。美咲さん、ケンジさん、ラケットって一度買ったらボロボロになるまで数年間使い込みますよね。耐久性についてはレポートはどう分析しているんですか？非常に鋭い質問だね。レポートの加速劣化テストによると、やはりバタフライに1日の名があることが実証されたよ。バタフライのリンバ上板は表面に極薄のコーティングが施されており、
粘着力の強い接着剤でラバーを引き剥がす際でも、木材の繊維がベリッと剥がれるささくれを徹底的に防いでいるんだ。ラケットの表面が剥がれちゃうのは本当に悲しいことですもんね。そうなんだ。類似モデルの中にはこの表面処理が甘いものも正直存在する。でもね、レポートは一方で、エクシオン 36.5AL6 のコールドプレス製法は木材を熱で炒めていないため、長期間使い続けても板の反りや弾みのへたりが極めて少ないというデータも示している。長く付き合うなら表面保護のラケットコートを自分で塗るなど賢い付き合い方をするのが類似モデル使いのたしなみだとレポートはアドバイスしているね。ケンジさん、いよいよクライマックスです。全20パートを経て、結局私たちはどの1本を手に取るのが正解なんでしょうか。よし、レポートの分析結果をもとに、プレイスタイル別にケンジ流の診断を下そう。まず、予算には余裕がある、絶対に失敗したくない、自分のミスを道具のせいにしたくないという王道思考の人は、迷わずバタフライのインナーフォースレイヤー ALC を選びなさい。これが不動の原点だ。他の人は予算は抑えたいけれど、バタフライより一発の破壊力が欲しいなら、銀河のプロ05だ。より現代的なスピード卓球を最新技術の恩恵を受けながら楽しみたいなら、エクシオンの 36.5ARXI。粘着ラバーを愛し、手にジーンとくる木材の豊かな響きを大切にしたいなら、3位の F3 プロがあなたにとっての運命の一本になるだろうね。目的がはっきりすれば、類似モデルの方が自分を勝たせてくれることもあるということですね。その通り、レポートはブランドの名前で選ぶ時代は終わり、物理データという個性で自分のスイングとの相性をマッチングさせる時代が来たと、現代のプレイヤーが持つべき新しい視点を提示しているんだよ。さあ、全20パートにわたる熱いトークもついにこれでおしまいだ。みさきちゃん、今日一日このマニアックな技術レポートを一緒に読み解いてみて、正直どうだった？インナー ALC という一見どれも同じように見える木とカーボンの層の中に、これほどまでに各ブランドのエンジニアの意地と最先端の科学が詰まっているなんて想像もしていませんでした。用具選びが最高にクリエイティブで楽しい作業に思えてきました。素晴らしいね、その姿勢。その知的好奇心こそが卓球の上達を支える最大のエンジンになるんが。このリンバインナー ALC という構造は、現代卓球において人類がたどり着いた一つの完成された回答なんだよ。バタフライが開拓したこの黄金比を世界中のメーカーが独自の技術でさらに磨き上げ、私たちの選択肢を無限に広げてくれている。用具を知ることは自分の卓球の本質を知ること、そして道具への愛着がさらに深まることですね。いいこと言うね。レポートにある通り、用具の物理データはあなたの感覚という曖昧なものを裏付ける最強の武器になる。今回の解析結果を参考に、皆さんが一生の相棒と言える最高のラケットと出会い、勝利をつかみ取れることを心から願っているよ。ケンジさん、今日は本当にありがとうございました。私、自分のラケットがもっともっといいどしくなりました。こちらこそありがとう。さあ、話はここまでだ。あとはコートに行って、この知識をボールに乗せて打ち込むだけだ。それでは皆さん、またどこかでお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。さようなら。